よいしょ。うわでかっ。いただきます。はい、こんにちは。小島漁師浜優です。今日はね、大寒波ということで、めちゃくちゃ寒い。現在気温は1、2度ぐらいでしょうか。朝は0度でね、雨水の水たまりが凍っておりました。で、今僕の船改造してるんで、どんな改造になるかご期待です。で、こんな寒い日はやっぱりあん肝ポン酢でまったり日本酒といきたいものでございます。というわけで今日用意したものがこちら。よいしょよいしょ。赤エイです。で、赤エイはこちらのこの穴で息をしておりますね。穴から海水を吸ってる。確か吸気口って言うんだったと思う。よいしょ。で、赤エイはですね、夏に産卵して夏間は痩せてたんですけど、今すごい肥えてきてるんで、今日はこの赤エイから肝を取り出して、あん肝ポン酢ならぬ赤エイポン酢を作っていきたいと思います。じゃあまず赤エイを締めます。赤エイもですね、こことここのちょうど交わるとここらに脳があるんで、ここ刺してクリクリとこれで締まりました。で、赤エイのここを締めて、ちょうどここらにエラがあるんで、で尻尾も落として、で水の中で血抜きをします。こちら赤エイの尻尾なんですけど、赤エイはここにですね毒針があって、もうちょっと折ってるんですけど、こちら逆毛になっててめちゃくちゃ抜けにくい上に、抜けたとしても肉がハンバーグになるし、おまけに毒もあります。で、この毒を昔アイヌの人々は取り出して矢毒として利用していたり、この針自体を槍として利用していたとされています。よいしょ。で、赤エイも血抜き完了。じゃあこの赤エイを持って事務所持って行って早速調理しましょう。よいしょ。はい、ただいま。あったかい。というわけでこちら赤エイですね。で、赤エイの名前の由来はアイヌ語でトゲを意味する愛から来ている説や、尾の長さからですね、塩ビと呼ばれていたのが転化したと言われています。それからまだあってですね、色が赤っぽいことから赤エイや、ここ片側だけ赤いことから赤エイと言われているってね、4つの説があります。めっちゃ多いね。で、今日は寒くてあん肝ポン酢したいと思った時に、そうじゃ、瀬戸内海じゃあんこうが取れないって気づいたわけなんですよ。で、瀬戸内海で肝が大きいもんってなんだろうと思った時に、同じ海のフォアグラって呼ばれるあんこうとウマヅラハギがあって、まだ大きいのないかなって考えたら赤エイがあったんですよね。じゃあ赤エイの肝でもできるんじゃないかということで、赤エイの肝で赤エイ肝ポン酢やっていきたいと思います。レッツゴー。じゃあまず観察からしていきましょう。赤エイの体表はね、表裏両方ともヌメヌメです。だからまな板の上ツルツル滑ります。それで赤エイがこのように平たいのは海底で生活するためなんですね。で、海底で生活してこちらのお口で貝をバクバク食べるためです。で、先ほど海でも説明したんですが、こちらの穴が噴水口といって、こちらの穴に海水を取り込んでエラで呼吸します。で、これがお目目ですね。お目目は割と硬いです。で、ひっくり返してみて、こちらがエラの穴ですね。これが排水になるのかな。こっから水を吐き出す。で、赤エイの口の中はこんな感じですね。これが歯です。すんごいね、なんかギザギザした歯ですね。本当にこれ噛む力あるのかな。ジャックハンマーぐらいあるのかな。で、皆さんお待ちかね、こちらが肛門ですね。で、こちらが尻尾の切り口です。じゃあ早速さばいていきます。ただこの通りヌメヌメなので、まずこちらの金田足でこの体表のねヌメヌメをこすっていきます。包丁でこすってもいいんですけどね、金田足でこする。もうこすったところの色が変わってきてる。で、やっぱ死んでもね身は生きてるのでこのように動きますね。神経抜きしとったら神経が通わないから動かなくなるんですよ。神経抜きしてないとこのように動く。ただすぐ食べる場合は全然問題ないです。はい、これである程度ぬめりが取れましたね。もう糸引くこともないです。で、水気を取って、じゃあ赤エイをさばいていきます。で、赤エイはここに身があるんですよね。で、ここがエイヒレの部分で、中は肝臓とかがあって、ほとんどここは可食部にならないです。だからここを線を沿うようにまず切れ込みをこう入れます。シューッと。で、ちょっと立てらしてギコギコ。
はい、これで身が取れました。こんな感じですね。皆さんも赤貝をさばくときは覚えておきましょう。で、ひっくり返して反対も同じように入れていきます。OK。はい、じゃあ肝が入ってる部分と身と身に分かれました。ちょっと頭を落としてみたいと思います。で、結構ね、エイの骨は軟骨が多いんで柔らかいです。わりかしこんなでかいとこがこうやって取れていく。で、おじいさんの話では昔エイは高級魚で、1匹5000円ぐらいしてて、エイ縄っていうね、もうエイ専門で取る人もいたぐらいですね。漁師話。こんな感じ。頭で、こちらが赤エイのエラですね。で、実はエイの祖先ってサメから来ているんですけど、サメと違うのがこちらのエラの位置なんですよ。こいつ何が天敵だと思います？何がこいつを食べると思いますか？実はですね、ハンマーヘッドシャーク、こう頭がついてハンマーになってるやつがハンマーでこいつをどついて捕食するらしいんですよ。祖先に食べられちゃうっていうね、ちょっとかわいそうなエイちゃんです。じゃあいよいよ赤エイの肝を取り出していきましょう。せっかくなんでちょっと赤エイの形を保らして、こちらの肛門から裂いて赤エイの肝を取り出していきます。ほら、見えてきた。この肛門上部に入ってるんですよ。肝を切らないように持ち上げて、で周りもカットしていく。うわ、でかっ。これ見てください。もうお腹の中ほとんどエイの肝です。で、サメとかエイは浮き袋を持たない代わりにこちらの肝臓に油を蓄えて浮力を調節しております。だから肝臓がこんなにもでかいんですね。で、プリン体も多いので食べ過ぎ注意です。で、さらにカロリーもすごくて 100g あたりおよそ900キロカロリーだから納豆で換算すると9個分はありますね。じゃあ取り出していきましょう。もう簡単に取れるな。薄皮を取って、よいしょ。はい、こんな感じ。もう僕の手のひら2枚分のあんこうの肝が取れました。エイですね。で、もうすでにサメみたいな匂いがするんですけど、この子たち時間が経てば経つほどアンモニア臭がひどくなるんで、これはね、僕締めたてなんでめちゃくちゃ新鮮な肝です。プルプル。うまいのかな。鍋にした時油が本当にすごかった。超濃厚こってりぐらい油が出てきます。はい、というわけで赤エイの肝臓が取り出せました。で、こちら腸ですね。口の方から来てて、だいたい50センチぐらい続いた後に肛門の穴の方に来てます。で、何か食べてますね。せっかくなんで開けてみましょう。本当に貝を食べているのでしょうか。普通にうまそうですね。うわー、うまそうじゃなかったな。こんな感じです。ちょっと気持ち悪いんで封印で、これは何だろう。これも肝臓みたいなのがありますね。うわ、ボッコボコしてる。ここは気持ち悪い。で、これは心臓かな。普通魚類の心臓って結構小さいんですけど、思ったよりでかいですね。以上、こんな感じ。じゃあいよいよあん肝ポン酢ならぬ赤エイポン酢を作っていきます。で、いきなりあんこうの話するんですけど、あんこうの肝もめちゃくちゃ脂質分が高くて、鯛の肝の脂肪分が 2%、マグロが 3%に比べてあんこうはね 40% とめっちゃ高いです。だからこいつもね、鍋にした時マジこってりしたんで、多分 40% 超えてるかもしれない。まさに海の超フォアグラです。じゃあ早速さばいていきます。ちょっと大きいんでここを真っ二つにして、で、見た感じはこんな感じ。まだ中に血を持ってますね。あ、そうだそうだ、忘れてた。これね、右上部のここら辺に苦玉が入ってるんですよね。危ない。苦玉を大きく取り除きます。僕もね、どれぐらいの大きさで入ってるのか分かんないんで、ちょっと小刻みに。うわうわうわ、危ない危ない。この苦玉めっちゃ苦いんで割ったらアウトですね。結構大きく入ってますね。左側上部、これぐらい苦玉の位置です。ほら、こいつは食べられないんでさようなら。じゃあ気を取り直して下処理ということで、次はあんこうの肝も一緒なんですけど、赤エイもね、ほらこのように薄皮がついてるんです。この薄皮を取っていきます。取るとね、より表面がツヤツヤしますね。で、もう一枚も取っていきます。で、皮がむけたんですけど、まだまだ血が回っているので、とりあえずちょっと長手方向に長めに切っていきます。
はい、じゃあこのように全部切れたらボウルを用意して、ボウルにまず肝を入れます。まだまだ血が回っております。でこちらに酒、塩、水を入れて、でこのまま30分置こうと思ったんですけど、ちょっとあまりにも多いんで一旦はけまして、先軽く水洗いします。手順ミスった。で同じ工程を得て冷蔵庫で30分間休ませます。じゃあ待ってる間に赤貝の身をさばいていきましょう。で赤貝はですね、さばきやすいようにちょっと縦に切っていきます。で赤貝の古いことわざに赤貝3分小切れ2分っていう言葉があるんですけど、赤貝はですね丸々切っても安いんですけど、当然切ったものを買った方が割高になります。割高になるけどさばく手間とかそれがねでかすぎて、あとですね食べきれないことから割高でも必要量買った方がいいということわざですね。まあ現代に通ずるものもあるんじゃないでしょうか。大は小を兼ねると言いますが、それもほどほどといったところですね。で赤貝はここに軟骨があって、この上を這わすように切っていきます。スライドオンタイム、スライドオンな、スライドオンタイム。赤貝さばく時いつもこの歌歌ってる気がする。こんな感じでひっくり返して、で反対もやっていきます。ちょっと失敗。軟骨ごとぶつ切りにしても食べられないことはないです。ぶつ切りにして唐揚げにすれば火も通って柔らかく食べれる。 OK で次皮剥いでいきます。皮口でも唐揚げできるんですけど、皮剥いだ方がやっぱ美味しいんですよね。何が違うかって言われてもねちょっと難しい。ピッ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 、こんな感じ。さばいた身はビラビラです。でもこれがすんごいね繊維を感じて結構うまいんですよね。じゃあ残りも全部やっていきます。はい、じゃあ全部身になったらボウルに全部入れて、でにんにくと生姜で醤油と酒で揉み込みます。ちなみに刺身にしても美味しいです。北海道のルイベとかっていう半氷のお刺身とかあるんですけど、それにするとこいつ生姜醤油で食うとめっちゃくちゃ馬刺しに似てます。で馬刺しは高いけど安価で食える馬刺しが食いたいならこの赤江刺しを食いましょう。ちなみに脂肪分がほとんどなくてほぼタンパク質なんでめっちゃ筋肉にも最適です。でこいつも冷蔵庫で10分休ませておきます。はい、で今日は親父の誕生日なので昼は焼肉を食べに家に行きます。まだらめでるちゃんおいで、まだらちゃんです。おいで、ハッピーバースデー。そして焼肉ドンペリ僕はバカ正月に豆まきする人もね。めっちゃ少ないね。呼ぶな。いや。ターンあるの？ターンが。あ、これある。じゃあ。じや父ちゃん。浜湯の海苔、今年も好評発売中。小豆島の綺麗な海で大切に育てられた海苔、今年も美味しくできました。浜湯海苔に合うおかずを用意して、炊きたてのご飯に具材をのせて海苔で巻けば思わずこの笑顔。焼き海苔は手巻き寿司にしても最高だし、おにぎりにしても最高です。海苔のある美味しい食卓いかがでしょうか。贈答品にも。はい、じゃあ帰ってきました。いやーちょっと飲みすぎちゃいましたね。
早速ですね、血抜きもできたことだと思いますんで、やっていきたいと思います。で、血抜きができた赤絵の肝ですね、こちらを今からつけていきます。で、最近ですね、酒をちょっと控えるようにしてから毎日飲むのをやめたんですよ。毎日飲むのをやめて3日に1回か1週間に1回とかね、それぐらいに抑えてて、そしたらばちょっと飲んだだけでもすぐ酔って、普通の人はこんな早く酔うもんだったんだと思ってね、その気持ちを思い出しました。というわけで今からつけていきたいと思います。まずですね、ラップを引いて、であんこを並べます。あんこじゃないんですけどね、こちら赤いの肝ですね。もうめんどくさいからね、全部いっぺんにいっちゃいますよ。 OK。 そしたらこれをくるみますと、まあ大体円の大きさはこんなもんだろう。で、端もくるくるさして、でまあよくあるあんこの形ぐらいに持っていきゃそれだけでもう上出来です。こんな感じです。多少の水はもう気にしない。どうせね、これ食う頃にはもうみんな酔っ払ってるからもう大丈夫で、巻きます。でアルミホイルを巻くのはサランラップと違って形をちゃんと固定しやすいからです。これでちょうどいいくなる。でクロンクロンでこっちです。こちら蒸し器の中へ30分入れておきます。熱い。はい、じゃあこれで30分待ちましょうというところで、30分後へレッツゴー。はい、一旦火を止めて、ちょっと牡蠣のねこの後打ち合わせがあるんで、それ行きます。まあ打ち合わせというか会議ですね。小豆島牡蠣クラブ的なそんなもんでございます。で牡蠣の打ち合わせ終了しました。うまうサワーラムネ、ちょっとね酔いかけてたんですけど頑張りました。まあ酔ってたんですけどいただきます。帰って残りのあん肝も蒸さないと。肝か。はい、じゃあ帰ってきました。で粉の準備と油で再度これ加熱しております。でこちらですね、しっかりね使っております。でこれをパン粉につけて、でしっかり粉をまどわせて、でこれで揚げていきましょう。赤絵ですね。 Happy birthday to you Happy birthday to you いつもありよし OK。 唐揚げ OK。 じゃあ油もぬくもってきました。豆乳赤絵ポーン。よっしゃ。赤絵の唐揚げはね、なんて言うんだろう、鶏肉のささみともも肉の間みたいな、そんな感じの味かな。まあ食べる時に言えよって話なんですけどね。揚げ物は入れすぎてはいけません。こんなぐらいにしておきましょう。うまそうに揚がっております。はい、そしたら唐揚げもいい感じに揚がりました。よいしょーい。いやーなかなかうまそうに揚がっております。でお皿に盛り付けて、でハイボール絞った残りカスのレモンですね。はい、赤いの唐揚げ完成。はい、で唐揚げに続き、こちら肝を取り出して、でこのままだとね柔らかいんで多分砕け落ちます。熱い熱い。これちょっと冷まします。で放置で冷ますのちょっとめんどくさいんで水の中で冷ましますね。これで固まれと。今日大寒波だから水がめっちゃ冷たいからちょうどいいや。これだけで氷水だ。2本目コカ・コーラの何かですね。 Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday dear 父上。はい、というわけでこちら見てください。ちょっとね流し今洗えてなくて汚いんですけれども、まあこいつも冷めてきただろうということで、ちょっとこっちの上でねあれしていきたいんですが、あん肝も卵の巻いたやつもそうなんですけど、冷まさないとやっぱね形が崩れやすいんですけど、あん肝ね冷ました上でブヨブヨなんですよ。あん肝じゃない、すいません、何度も間違えて申し訳ないですけど肝です。ほらね、なんでブヨブヨかっていうと、やっぱ油がね普通のあんことかに比べてものすごいんですよね。ほら、うわー形保ってないじゃん。これどなしても無理でしょ。ほらもう汁でちょっとね匂いを嗅いでみたいと思います。匂いは本当にカニ味噌ですね。よくねあんこうの肝はカニ味噌に似ているっていうのがネット上にあるんですけど、確かにカニ味噌の匂いはすんごいします。あんこうの肝に関してはオレンジ色で結構固まってたりするんですけど、この子の場合はもうやばいんだよね。全部油なんじゃない？ちょっとこれはね想像以上でしたね。じゃあちょっと皿に盛りますね。完成。
であん肝ポン酢みたいなビジュアルが作れると思ってて、ネギとかしそとかなんかいろいろ買ってたんですけどね、ちょっとこれは想像以上ですね。とりあえずこれで完成としましょう。はい、というわけで完成しました。あん肝ポン酢ならぬえい肝ポン酢です。ポン酢はもうかけない、これえいからはこんな綺麗にできるのに。で今日熱燗でいきたいと思ったんですけど、ちょっとねこれはどうだろう、食べてから決めます。コカ・コーラでようタゲを始めようか。はい、それではいただきます。じゃあまずこちらから、エイカラは綺麗な感じでエイカラの唐揚げからまずいただきましょう。これがうまいのはもう確定しております。うまい。さっきね鶏のささみと胸肉、もも肉の間かなんか言ったんですけど、鶏肉と魚の間ですね。でもってすんごいさっぱりしてる。だから本当にいい味付けすれば、この魚自体エイ自体に癖がないんで誰でも食べれる、お子さんも大好きな味付けとなってるかなって感じで、食感はもうすんごい繊維っぽい。味は本当に美味しい。味付けがうまいから。いよいよこれちょっとビジュアル的に食いたくないけどね。でこっち見てください。これこっちはもうエイカラで全部揚げてます。これは絶対大好評。ただこっちのですねエイ肝だね、これはどうかな。もう箸ですくえない。ちょっとこんだけいただきます。ドロッドロじゃんこれ今ね多分見てる女性の方がキモって思ったかもしれない。いただきます。うまい。味はね本当に悪くないですね。すんごい濃厚で脂肪分がめちゃくちゃ多いカニ味噌を食べてる感じです。皆さんが普段食べてるカニ味噌の脂肪の部分というか、なんか脂身を感じることあると思うんですけど、それを10倍にした感じです。だから風味とかはめっちゃカニ味噌に似てて、ただ油分がめちゃくちゃ多いだけあって、カニ味噌風味の油を飲んでる感じ、飲んでるからやっぱ僕も饒舌なんですけれども、そんな感じがいたします。でもねめっちゃじゃないけど普通には美味しいし普通に食えるんですけど、なんかせですねこれだけの量なんで、やっぱねこんだけ持ってあったらちょっと食うのにって難儀を示す感じですかね。でカニ味噌もそうなんですけど、やっぱ少量ずつちょっとずつね食うのがうまいのかなって。こんな盛られてたらちょっとねうまいなって感じで、でもね味は本当にうまいんで、ちょっとね勇気ある方試してもらえたらと思います。これあとはちょっと小分けにして冷凍して晩酌にちびちびいくのがいいのかな。プリン体とかも美味しい、カロリーも美味しい。すいませんさっきから言い訳ばっかりで。これだって全部食ったらこれ900キロカロリーってことじゃないぞ。3000キロカロリー超えるんじゃねえかっていうぐらい油がすごい。これ見えてるのほぼ全部多分油ですね。このほんと肝のあれ以外浮いてるもん、ほら。でもね間違いなく日本酒とかとは合うと思います。で赤いの肝はね結構ねレバ刺しとか煮付けとかも好評なので、今度はそれで食べようかなと思います。どうしても熱するとやっぱ中身の身からこの油が出ちゃって、これ油分80%ぐらいあるんじゃねっていうぐらい油が出てるんでちょびちょびいただけたらなと思います。あとはゆるりといただきます。ごちそうさまでした。